ここにいます。大体思えばここにいますよね。景色というか、入団当時はもうただびっくりするだけの人だったんです。本当に変わらないんですよ、その人って。昔からなんとなくこう視界の隅に目に入ってて、あの人が噂のっていう感じ。一言で言うと小動物。なんか可愛い感じとかふわっとしてる感じはあるし、絶対急にその動物がパッてできたら可愛いってまず言われると思うんだけど、じゃあメジャーかっていうとメジャーじゃないじゃないですか。なんかそういう良さがあるっていうか、風格があるんですよ。自由だしね。エネルギーに満ち溢れてる感じ。太陽みたいな感じですね。その人が歌うともうこうローっていきそうな気がしますけどローローとやりそうですね野蛮な人なんですけど、すごく繊細。見たまんまが野蛮なんですけど見た目ほど性格がすごい雑かって言ったら逆で、すごくいろんなことを気がつくし、話すと分かる繊細さは持ってる。いつも言われるんですけど、飲みすぎるなとあと体気をつけてねって言われます。毎回言われる。この食べ物美味しいですよとか、この曲いい曲だねとか、そういうことがもう会えばすぐこれ知ってるとか、そんな感じですね。なんだろうな、そうやって言われると思ってない時にポッて言われる一言って人を不安にさせる時もあるけど、それが分岐点になったりもするから、私にとってはそれはすごく、その人から言われた言葉では大きい一言だったかなって感じですね。私の出会いはその後曲をいただいてからですねまず出会いといっても相手を見るわけではなく、いただいて私に何を望んでいるのかっていうのを想像するところから始まっているので、自分は大学を出て、すぐ就職できたわけではなくて、少しフリーランスというか、もう全く自由に生きてた時間があって、でちょうどその時にその人と会いまして、で自分もいろいろ音楽活動を盛んに展開しようとした時に出会って、で要するにパフォーマンスをする側で、その方は僕のパフォーマンスを聞いてくれた人なので、そこで意気投合して、その後一緒に仕事をしたりとか、よく食事をしたり、お酒を飲んだりしました。その1週間の中でどれだけさらったかっていうことではなくて、どれだけのものを吸収したかっていうことを君の音楽に出しなさい、あなたの音楽に表現したらそれが一番いいことですみたいなアドバイスいただいたんです。でなかなかその一歩を踏み出すのが勇気が結構いったんですね。やっぱり田舎から出てきて東京のなんか怖い世界に足を踏み出すこと自体がすごく抵抗あったんだけど、でもだんだんそういうふうな表現方法を求められるようになると、自分に何が足りないかっていうのがだんだん見えてくる。もともと本を読むのは好きだったけれども、自分からアプローチして美術館に行ったりとか映画館に行ったりっていうことがしてなかったので、やはりそういう意味では今絵を見たり、それこそお寺巡りしたりするのは、そういうところからその人に与えてもらった一つのアドバイスのおかげだと今思っています。なんでしょうね、すごく雰囲気が明るくて、人懐っこくて、とても音楽も人も好きな人なんだなっていうふうな印象を受けました。
やっぱりお互いに音楽的に納得いかなかったことについてやっぱりそこは納得いかないっていうような折り合いで喧嘩したと思いますね。ちょっとしたパッセージでも音楽って正解が一つっていうわけではないから、どういうふうに組み立てていくかとか、どういう表情を作るかっていうのはそれぞれによって違うんだけど、例えば前がこうだったんだから次はこうでしょうってくるこうがお互い違くて、それの根拠をお互いにこうだからこうなんだっていうのを言い合って、いやでもそれでも納得できないとか、そういうのをすごくお互い若かったからっていうのもありますけど言い合ったけど、でもそういう仲間がいるっていうのは逆に言ったらすごく幸せだなと思いますね。意見の違う人もいても音楽の中にスーッと入っていける喜びっていうのは最高にやっぱり私は幸せだと思います。その明るくみんなが音楽をしやすいように作ったり、一緒に音楽やっててもいい方向にみんなが考えていけるような雰囲気を作る、そういう人ですね。ポロッとおっしゃる、天国に行く時って同じテンポですねとかっておっしゃったりするのがなるほどなと思ったりする単純なことなんですけれどもね。感情的になることがまずあまりないんですけど、ポジティブな意味で言えばおそらく生き物が大好きなので、自然に生き物と何か関わりがあった時は自然にすごく、本人多分気づいてないと思いますけど、ものすごく静かにテンションが上がっていますね。すごい優しいクマかな。鋭い爪のない、鋭い牙のない可愛らしいクマ。そうですね、やっぱりそれはもちろん皆さんそうだとは思うんですけども、やっぱり人の気持ちとか、そういうものを大事にする人なので、そういうことで悲しい思いをしたり、それを何とかしようと頑張ったり、そういうことはいつもなさってるなっていうふうにはいつも感じます。人を楽しませることもできて、その中でいい方向に持っていくことができる人ですね。やっぱり自分が冷静じゃなくて違う方向に行ってしまった時、私はなんていうんですか、思うよりも前に行動する人間なので、計画立ててやるのも好きなんだけども、気持ちの方がバッて出ることが多いんですよね。でも冷静じゃない時もあるじゃないですか。それでも結構突き進んでしまうので、そういう時っていうのは上限っていうかね、叱られるっていうか、あんた違う方向へ行ってますよっていうふうに指導してくれることはありますけどね。音楽を一緒にやるときは本当にとてもなんていうんですかね、sympathischです。Sympathie ist sehr, sehr wichtig。Sympathieっていうのはとても必要で、音楽をやるときに。なのでそれも私は重要だと思ってます。時々私と一緒に楽器弾いて、レッスン終わって一緒に弾こうよっつって譜面出してきて、で一緒に弾いて、それがすっごく楽しかったです。個人的に対話する機会はそんなに多く取れなかった方ですけれども、やっぱり引き込まれるっていうか、人間性にね、音楽もそうですけど人間性に引き込まれていくときに、やっぱりいつも新しいパワーをいただける。何も語らず柔らかい笑顔でそっと佇むぐらいかなと思います多分自分自身に正直であることだと思います。人の流れに
沿ってとか誰々がこうしてるからこうみたいなことではないと思います。いろんなことに対してでもすごく自然で、なんかそういうのってやっぱ人と話したらちょっと強すぎるって映ったりとかすると思うんですけど、すごくナチュラルでちゃんと自然にスッとこういろんな空気に馴染むっていうか、だけどめちゃくちゃ芯があってっていうのが、まあ私にとってはすごく理想的っていうか、なんか一番いい意味でスマートでこうクールでみたいな感じですね。私はどっちかというと言葉をその人が言った言葉っていうよりことを覚えているよりも一緒にやった音楽の方を覚えてるかなの方が重要なので、そこの方がもろにこうその人自身が出ると思うので、その人が私から言われたことを思い出すことがあるっていうのと一緒に、私もまあ一緒にいろいろ音楽やってきたから、ところどころそういえばこういうの言ってたなって思い出してやることも私もあるし。一体君は何してるのっていうふうに聞くんですよ、その人はね。で、いや私は練習するのが大好きだから時間があれば練習してますって答えたら、なぜ美術館に行って絵を見て感動しないの？なぜ映画館行って素敵な映画を見て心ときめかさないのとか、なぜお酒を飲みに行かないのとか、大丈夫かなとか自信がないとかちょっと怖いなとか思ってる時に必ず声をかけてくれて、全然大丈夫ですよって言ってくれて、ちゃんと安心させてくれるっていうのはいつもとってもありがたいというか、優しいなっていつも思います。